Every day we wake up, eyes still closed, and no one knows the things behind our shut eyelids, or where any of it leads. I was blind and hoping, now my eyes are open. None of what I see makes sense. My mind's a fence, but I'm still singing. Ooh la 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 la, life goes on, and I'm not done. When everything goes up in smoke, I loved you with the very heart you broke. There's combat in your voice when you are whispering in my ear. I hear you loud and clear, so filled with fear. The shoulda dones, the coulda beens, the woulda seen it coming. People, all of them are blind. ようこそラ・コロナって書いてある。レセプションここだ。あ、ここですね。あのここに駐車してレセプションに行きます。 Loved you with the very heart you. Ooh la 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 la, life goes on. 到着しました。ここまでなんだかんだ3時間かかりました。コンドールでカリフォルニア。てか3メーターもあるんだって。見たいね。この鷹をねプロテクションするためにドローンは飛ばしちゃいけないみたいです。入場料1日60ドルで、私たち2泊3日する予定なので3日分で2人で360ペソでした。では入ります。ナショナルパーク入ります。ここキャンプここもキャンプだ。ここだ。他にあんの？左側にもあるって書いてあった。もうなんかあれも木もあるよ。おお、なんかキャンパーが集まってます。なんでなんだろう。木があるからハンモックができるの。こっちがもう一個のキャンプ場。入り口入って左側のキャンプ場です。はい、今日はここに泊まります。結構ね、奥まで入ってきて、こんな感じでピクニックテーブルもあるし、大きいね、このファイヤーピットもついてて、炭火のコンロもついてる。これ木切るあれじゃん、台じゃん。上もね結構開けてるから星も見えそうです。トイレもねここ下ったところに一応あります。こいつを木こり職人あゆみはこの弱っちいトングで木をゲットします。今日は久しぶりにキャンプファイヤー。ミッチーのママにもらったスモアキットがやっと使えるよ。嬉しい。絶対夜寒いよこれ。今ですらもうひんやりしてますもん。もう寒いもん。スープとご飯です。スープとパンも好き。いただきます。ます。まあそう、ありがとう。メキシコって感じが全くしない。ほんとそれ、なんかカナダに戻った気分。うんうんうん。メキシコでこんな松の木を見るとは思わなかったし。昨日とは打って変わってね。星が楽しみだな。ね。どうなんや寒くなるのね。でもダウンって言ってたよね。言ってカナダとは違う生き物がいる。そうだね。全然違う。リスもちっちゃいし、なんかすばしっこいし、鳥もなんか面白いと思う。昨日さ、キャンプ場でジュータがサーフィンしてるときさ、ウグイスじゃなくてピッシュじゃなくてインコだ。インコみたいにさ、なんかすごいずっと同じ言葉を発してる真っ黒い鳥がいて、最初誰か喋ってんのかと思ってふと見たら鳥で、ずっと同じことを野放しに。普通に野鳥だと思う。
声だけ聞こそこに止まっててなんかなんとかなんとかって言ってるえ日本語じゃないから全然わかんないんだけどみたいなこれインコじゃないと思ってホステルに鳥かごがあって鳥飼ってたよいっぱい。そうなんだそれかな多分。今日はキャンプファイヤーしてスモアを食べながらここでムービーを見ます。楽しみ。ミッチのママからもらったスモアキットを使う時が来ました。溶けちゃってた。こんな感じでセットになってます。それちょっといや、これいいじゃん。いいね。じゃあ俺は逆、これでいってみよう。うんいいね。暑い、マジで暑い。お、いいね。おい、トロトロ。いただきます。めっちゃ美味しそう。これはクッキーがもうね、いいやつ。いいやつ。やばいこれ、トロトロ。うまい。いただきます。もう座った？おいしい。クッキーがうまくない？クッキーがサクサクで美味しい。あとね、マシュマロもね、やっぱね、安いマシュマロより全然うまい。そうだね。フレンチバニラ味。これがスモアよって感じ。これだったらハマるわ。いつものマシュマロはさ、まずいね。Rainy days don't seem so wet. 凍ってんだけど。 Stormy nights て don't stay. 昨日ね、あゆみがお茶飲んで外に一晩中置いといたら凍ってる。そんだけ、ってことは0度以下ってこと？ね。やば。だってめっちゃ寒かったもん。Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. おお、すごい。 Two silhouettes on the こ common. ちらの定番朝ごはん。コーヒ We ー watch と the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. 今回さ、バナナパンケーキを練り込んでみた。そしたらさ、いつもさ、バナナが残ってるとかさ、べちょってなるじゃん。そんななくて、こっちの方がうまいかも。確かに。バナナマフィンみたい。寒くないの？多分こんな暑くさ、カナダに帰るまですると思わなかった。だってメキシコどんどん下行ったらさ、暑いって聞いてたから。まさかのね。今日も快晴です。ちょっと雲がかかってるね。午前中はキャンプ場でゆっくりしてこれから天文台に行きます。なんかね、午前10時から午後1時までの3時間しか空いてないみたいなので、ちょっとね皆さんお気をつけください。うわ、綺麗。この辺まだ全然か11
1月ぐらいになったらこれが黄色く色づくんだと思います。もう色づいてきてはいるけど、あの奥の方とか黄色い。鹿が出てくる。まさかのゲートが閉まっている。今12時半だから閉まっちゃったのかな。ゲートが閉まってます。まだ1時前なんだけど。はい。今ゲート塞がってて、諦めて引き返そうと思ったんですけど、僕たちがね、ちょうど降りるときに2台登ってきたんで、これワンチャンいけんじゃないって思って、もう一回 U ターンして、その後ろにくっついてったら、このゲートは多分常に閉まってる状態で、ここの中を入るにはガイドが必要で、そのガイドが多分、ある程度固まった人数で、先導してこう案内していくみたいな、多分感じっぽくて、そしたらなんか話してくれたのかなんかで、もうワンラウンド俺らで、ラストガイドは多分いけるっぽくっていう感じなんで、ラッキー、危ねえ、俺ら、もうちょっとで諦めて帰るとこだったよ。難しい。何も説明受けてないよね。ねえ。これってそう書いたんじゃないのもしかして。ああ、そうかもね。でもみんな分かってないじゃん。スペイン語喋れてるけど。確かに。ここは書いてないんだ。潜入します。でもこの白いトラックがガイドのトラックみたいです。行きます。危ねえ。俺ら最後。行けましよた。かった。結構ここまで長い距離だったからさ、なんかすぐ近くだったら別に明日来てもいいけどさ、またここ往復すんのかっていう感じだよね。それな。すんごい上の方まで登ってきてます。お、天文台が出てきた。すごい。すごーい。部外者を入れないようにゲートは常に閉まってるんだね。そうだね。てかして。あ、本当Hola a todos, mi nombre Hola. es Alejandro Terán. Hola. Yo trabajo aquí en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Yo no soy guía de turistas. De hecho, la UNAM no tiene plazas de guía de turistas. Lo más importante para la universidad, para la UNAM. Tenemos 11 telescopios aquí en San Pedro Mártir y tenemos más en Tonacintla, Puebla. Dentro, pero este sigue siendo el más importante. Este lugar aquí en San Pedro Mártir tiene el tercer lugar a nivel mundial como mejor sitio para ver las estrellas. Número 1. Primero, tercer lugar es aquí en México, en San Pedro Mártir. Segundo en Canarias, España. Y el primer lugar, ahorita me lo cambié, ahorita le digo el primer lugar. Tenemos el tercer lugar aquí, a nivel mundial, como tercer mejor lugar para ver las estrellas. Y eso, pues hace que vengan astrónomos de todas partes del mundo a observar aquí. Donde yo les abrí la puerta, por allá tenemos un hotel donde alojamos astrónomos, estudiantes y trabajadores. Ya tenemos 11 telescopios en total. Todas las noches se observan las estrellas aquí, todas las noches. Física estelar, estrellas, nebulosas planetarias, galaxias, rayos gamma. Mientras no esté lloviendo, no hay humedad, no esté nevando, todas las noches se observan los astrónomos. Ya no es como antes que llegaba el astrónomo a esta área a observar. Ya hay tecnología digital. Estas cámaras digitales mandan la imagen a un cuarto de cómputo, piso número 1, que es donde está el astrónomo en una computadora, ya viendo las estrellas. No está aquí así. Hace muchos años, sí, del 79 a los 90, aquí estaba el astrónomo observando. Eso era bonito, ¿eh? Ahora no, ahora todo es por computadora. Ahora la tecnología digital. Ok, mira, me preguntan ellos que sí que tiene que ver el frío aquí. El frío es muy importante desde antes que no había tecnología. Aquí estaba el astrónomo súper enchamarrado con 10, 15, 20 bajo cero en la noche. Tenían un cuartito ahí y se metían a calentarse un poquito. La instrumentación de antes se le inyectaba frío, la de ahora también. Todos los celulares y cámaras fotográficas tienen un lente que se llama CCD. El CCD es el que captura la imagen. Pero el tamaño de ese cámara, el tamaño de esas cámaras generan calor por el tamaño. Si generan calor, toda la resolución de video y fotografía se vendría abajo. Por eso tienen que estar frías. Ese ruido que se escucha es un refrigerador que le está inyectando frío con esa manera. Para inyectar un hidrogénio que es como una cámara CCD. へえ、すごい。精密機械で。 Ya no es como antes que llegaba el astrónomo a esta área a observar. Ya es tecnología digital. Estas cámaras digitales mandan la imagen
すごい標高が高くて、あっちの方にも天文台がいくつかありますね。すごい、海が見えるぐらい標高が高いです。すごいな。あれがバハカリフォルニアで一番高い山なんで、へ標高が高いとこ。じゃああれかな、言ってたの。うん、多分そう。やば。あれに登るの？登る？登れない。見るからに崖なんだけど。ね。ちょっと無理かな。でもあそこから見る夜景は一番綺麗なんだろうな。はい、あそこがね、バハで一番高い山です。何メートルあるんだろう。ここより高いってこと？高い高い。The name of the last mountain is Picacho del Diablo. ピカチョ・デ・ディアブロ。 Picacho del Diablo. Picacho of the Devil. OK。 I don't know what means Picacho, but Diablo is devil. はい、今ね、他のね、グループにね、一緒に同行して、天文台見てきたんですけど、天文台もまあ良かったんだけどね、一緒にこういる人たちがね、すごいいい人たちで、ラテンアメリカの人たちはもう日本大好きだよって、もうアニメで育ったんだみたいな。もう小さい頃はもうテレビつけるとアニメばっかりで、それ見て育ったってみんな言ってて、めっちゃ嬉しかったね。嬉しかった。ね、しかもいい人。ね、ガイドの人が説明してることを英語で訳してくれて、ね。すごい助かった。それなかったらね、分かってなかったわ。そうだね。私もさっぱりわかんなかった。なんか単語単語ではね、聞き取れることあるんだけど、それでもね、全然何言ってんだかさっぱり。で、しかも今いろいろ話してて、これから1時間ぐらいのハイキング行くんだけど、一緒に行くって誘ってくれて、で俺らもハイキングしようとはね、言ってたんだけど、どこに行こうかみたいな感じだったからね、1時間ぐらいだったらいいじゃんね。そうだね。行きまーす。はーい。ここのパークナショナルシエラサンペドロマルティミラドールミラドール。 4km のハイクを、はい、今日。¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Uco. イグリセスバスラ Oh, the shooting stars. Estrellas fugaces. マンサマンサニート。儀式で、特別な儀式で昔から先住民とか使ってたんだって。うん今ではだからそれが守られてて、あそう今でもその先住民とか使う場合もあるけど、だいぶこう限られた隠れて使うらしいよ。子供たちがやっぱきつそうなので、ここでバイバイして私たちは頂上まで行ってみたいと思います。4キロぐらいならうん全然いけるんじゃない？なんか今日は流星群が見れる日らしくて、オリオン座って言ってたね。オリオン座か、ここまでの道中ですごい開けた場所があって、そこでね星が見れるみたいなので、みんなそこに深夜2時に行くみたいなので、私たちも深夜2時に行ってみようと思います、ね、ここはほんと世界でも有数の星がめちゃめちゃ綺麗に見える場所と聞いてるんで、流星群が重なるならそれは見逃すわけにはいかないね。そうだね、うんせっかくここまで来たし、ねへいあっち、暑い太陽が暑いな。風が吹かないねここ。ね、今日が吹かないのかな。昼間はね太陽がねじりじり、空が青いよ。ハワイより青いよ。確かになんかすっごい青いね。近いからね。近いからなのか、湿度がないんじゃない？それはある。だってすっごい乾燥してるもん。だうんって昨日さ、ちょっと鼻詰まってて、うん鼻呼吸できなくてさ、口呼吸で寝たんだけどさ、うん5回ぐらい吸って吐いてってやつも口の中パッキパキに乾いて息しづらかったね、めっちゃ乾燥してる。ね。だからね、まあ星はね綺麗に見えるんだろうけど、夜マイナス10度になるとか言ってたよね。それは一番下がるときはね。マジで。うんでも昨日何度ぐらい下がってたんだ。でもマイナス多分 2,3 度ぐらいいってたんじゃないの？でも今体感温度28度ぐらい、26度かな。そんなないんじゃない？太陽は暑いけど。風が吹いてないから暑いよ。
風が冷たいからさ、風吹けば寒いぐらいなのよ。ねでも乾燥してるから変な汗かかなくていいね。そうだね。うん。ここのハイキング人多いから結構人気なのかも。でしょう。みんなフル装備だけどね、なんか杖持って。確かに。俺らぐらいで観光客みたいな。私なんかこのブランドストーンのブーツで登ってきちゃったよ。ブランドストーンの滑ったら別に構わんでしょ。まあそっか。うん。でも一応川だからさ、うん。靴ずれとかするときある。今日はね、奥に見えるちょっと開けたところで星を観測します。結構登ってきたね。うん。まあでも比較的簡単だね。まあそうだね。うん。なんか登山ってよりはハイクって感じ。入ってたね。お腹がもうぐるぐる鳴ってるよ。だってお昼食べてないもんね。うん。ちょっとスナックは食べたけど、あ、なんか看板があるよ。本当だ。あとちょっとで頂上っぽいです。ミラドールでアルタス、アルタール。うんうん。ミラドール。ミラドールってなんだっけな。ミラドールって聞くとさ、うん。お菓子を思い出す。ラあれミラドールだっけ？だと思う。ね、お菓子大好きなんだけど。細長いやつでしょ。そうそうそう。うん。白あんみたいなの入ってるやつ。はい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 。あれ大好き。ミラドールとは、なんだっけ、紫の方。紫？うん。お菓子？おかしい。え？紫のやつもあるんだ。あれと同じ系統で。ベニールモンタルト。違うよ。紫？何あったっけ？ミラドールが頂上？あと2キロあるってよ。まだ2キロしか来てないの？片道4キロなんだね。結構ハードやない？でもある程度上まで上がったら、あとは平面なんですね。まあ結構上の方まで来たね。いやー、長袖で来たのは失敗した。汗だく。ダメだよ。ふと上から降りてくるかもしれない。石がね、すごい綺麗。キラキラしてます。なんでこんな鉱石みたいになるの？誰か詳しい人、教えてください。なんでなんでしょうか。私もお腹空いてきたわ。あとちょっと。でも上に行くにつれて風が吹いて涼しい。開けたところに来ました。なんかね、ちょっとした平地になってて、ちょっとした紅葉が。このね、白い幹に上にねちょっとまだね残ってる紅葉が残ってるんですけど、多分ねほぼねこう散っちゃってちょっと遅かったかなって感じですね。でもここ綺麗。もうちょいで着くんじゃないかな。でも往復8キロだからね結構長いよね。はい、今ねこの分岐点まで到着しました。大師さんに連れてってもらったワイナリーでここのハイクおすすめだよって言われたハイクがあって、それがどこか正直分かんなかったんですけど、いい道に来てるということですね。でこれ左行くとなんかビューポイントがあって、右に行くとパノラマビューでコルテス海とパシフィックどっちも見えるっていう360度のパノラマビューが広がってるっていうポイントらしく、このハイク登るつもりなかったのにここまで来てしまっているというね。進んでいきます。Buenas. I'm like ¿cuánto kilómetros? ¿Metros? ¿300 metros? 全然イージーだって。300メーターぐらい登ればもう着くって言ってた。へえ。いや来たかったから登れてなんか良かったわ。予期せず。あと300メーターで着くみたいです。なんかおすすめされたハイク登れてなんか達成感あるわ。そうだね。だって俺らハイクしないつもりで行ったじゃん。そう。まあいっかみたいな。1時間ぐらいって言ったから来たけど、あとちょっとで結局もうすでに1時間は登ってるよ。
いやもう2時間ぐらい登ってんじゃね？あ、それは嘘。1時間ぐらいか。1時間半ぐらいじゃん。お、すげえ見て、ハイエストマウンテンが望めるってことだったのかな。すごい。すごっ。あれは綺麗だ。おー、めっちゃすごいぞ。来た来た来た。最後は岩の上を。パノラマビューを求めて、もうちょっと。うわ、やば。やばい。うわ、すっげえ。すげえ。こっちから来た方がいいよ。はい、み。はい、到着。予期せず、ここまで来ました。ここにはね、コルテスシーが見えます。メキシコの内湾ですね。このね、目の前に見える山が、バハ最高峰の山みたいですね。このビューすごい。海がずらーっと見えるよ。ねえ、これコルテスシーだね。到着しました。パノラマビュー。気をつけて。怖い怖い怖い。じゃあ俺がやるよ、うん一人で。こんな感じです。やばい。まさかね、予期せず、こんなとこまで来てました。登れてよかった。ほんと登る気なかった。ハイキングする気なかったんで、ここに来れてよかった。はい。もうエネルギー不足でヘロヘロ。ね、朝パンケーキしか食べてないもんね。もう帰ろ帰ろうか。次の、もう一個の方行かない？う。行かない。もう帰る。オッケーオッケー。じゃあ行こう。満足。はい。満足です。帰ります。帰ってご飯です。なんだ、キツネ？コヨーテ？コヨーテじゃないの？かわいい。近づいてきた。近づいてきた。犬みたい。犬みたいだね。かわいい。かわいい。ほら。餌くれると思ってんじゃない？こっち見てる。なんかくれると思ってんだろうね。人慣れしてるね。ついてくる。かわいい。めっちゃかわいいんだけど。なんかくれると思ってんのかな。いただきます。いただきます。もう朝からね、パンケーキしか食べてなくて、まさかの3時間コースでハイキングしたんで。美味しい。うん。しかもスナックも全然持ってかなくって、ね往復1時間ぐらいのハイクだと思ってたんで、スナックもないし水もちっちゃいボトルで持ってきてたからもう最後水も飲み干してね、死ぬかと思ってた。おいしい。うまい。今日はツナをね、ちょっと甘辛く生姜効かして炊いて、ご飯と味噌汁です。いつも通り。和食最高。いやでもマジで登ってよかった。本当に何回も言うけど。あれはバハ来たら登るべきとこだと思う。頂上まで行った方がいいけど、うん。行かなかったとしても道中のさ、紅葉の時期だったら最高じゃない？うん。白い幹の黄色い。あそこまで行ったら頂上まで行くでしょ。あ、そっか。ほぼ終盤か。うん。いやーでもきつかったな、普通に。ね。簡単ではない。知る人ぞ知る、マジでアンダーグラウンドな場所ですね。多分このナショナルパーク自体がそもそも超アングラ。子供も登ってたけど、うん。結構大人とかはさ、スティック持ってさ、うんフル装備みたいな感じで。まあフル装備する必要もないようなレベルですけど、でもまあ簡単ではなかった。うん。疲れた。うん。あと久々のハイクだから疲れた。あ、それはあるかも。うん。これ多分慣れてたら、うん。全然余裕。うん。あとスナックとかも別に持ってってなかったから、休憩っていう休憩もしてないしね。そうだね。まあでも絶景だったね、あれは。すごかったわ。で、今はもう夜の6時半で、今日は深夜2時に広場の方行ってね、星を見に行きます。なんか今日オリオン座流星群か。流星群とにかく見れるみたいで、とにかくね、空気が乾燥しててね、綺麗だから、星も綺麗に
見えるんで、そ昨日でこで、すら綺麗だったもんね。うん、もうこの公園に来た一番の目的星だから。そうだね。それがたまたま流星群の日にかぶるってラッキーじゃん。うん。なので、ご飯食べて、歯磨いて早めに寝て、2時に1回起きて、っていう感じでやると思います。では、おやすみなさい。待って。今深夜2時過ぎで、広間に向かってるんですけど、運転中に急にエンジンが止まった。臭い。ガス臭いな。なんかチェックエンジンって今なってたよ。一瞬。冷えすぎた？わかんね頑張れ、メリちゃん。こんな途中で止まったらマジ怖すぎなんだけど。多分ね、俺の予想だけど、うん寒すぎて、うんオイルが固まってて、固まありえる。一回ふかしてから出発した方が良かったかな。暖気をした方がよかった。暖気してから。ちょっとここでちょっと止まろうか。多分だからエンジンにこうオイルが回ってないんだと思う。ありえる。だから今のチェックエンジンって一瞬出た。エンジンオイルだったんだけど。あ、そうなんだ。そうまあこんな寒いもんね。俺の予想はそこ。ね、ちょっとこのまま待機。はい、排気ガスが暖かくなってきたので出発してみますか。お、大丈夫だ。よかった。焦ったわ。焦ったわ、俺も。焦った。と思って。こんな深夜2時にこんな道路のど真ん中で止まったら怖い。これさ、もしさ、仮にだよ、うん、夜ハイウェイとかでさ、夜運転せざるを得なくてさ、うん、夜細い道とかで路肩ないとこでさ、あいつ止まったりしてさ、何も知らないトラックが後ろから来たらマジで大事故だからね。そうだね。ここはやば。公園の中でこんな時間に運転する人もあんまいないだろうし、公園の中だからよかったよ。トラックもいないし、乗用車だけで、みんなそんな真夜中に飛ばす人もいないしね。あーよかった。怖かった。到着しました。昨日会ったみんなと合流して今星を見てます。ちょっとうっすら動画にも映っているでしょうか。見渡す限り星、すごい。では、サンペドロ・デ・マルティル、いかがだったでしょうか。知る人ぞ知るみたいなね、国立公園で、世界で3番目に入るね、星が綺麗に観測できるとはね、知らなかったので、しかもね、流星群もね、ちょうどいい時に観測できて、めっちゃね、いい経験ができました。はい。まさかメキシコでね、こんな森の中でキャンプできるとは思ってなかったんで、久しぶりにね、大自然の中でゆっくり、編集したり、焚き火したり、映画見たり、めちゃめちゃリフレッシュになりました。はい。で、これからまたね、コーストラインに戻って、次のサーフスポットを探していきたいと思います。はい。全部のサーフスポット紹介できたらいいんですけど、ほんとそれは難しくて、肉で僕らの番でね、行けるとこ行けないとこあったり、そこに泊まれる場所があるのか、ないのか、ワールドキャンプは基本的にできないので、紹介できるとこ限られてるんですけど、僕らがいいなと思うスポットをこれからも公開していきますので、ぜひチャンネル登録して次の動画楽しみにしてください。はい。では、最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思う方はぜひ、いいねボタンとコメントよろしくお願いします。お願いします。それでは、また。バイバイ。バイバーイ。A place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know.